他人の顔色を伺わない。自分で決めて自分でやってみる。そして自分でやってみたことの結果がいいことであっても悪いことも全部責任取る。必ずそういうことを繰り返していくうちに、あなた自身が本当に楽しいと思えることに出会えます。20歳ですかね、20歳の男性からのお悩みです。お悩みの内容は、今全く楽しくないんです。楽しいという感覚すらわからなくなりました。ムカつくことはあっても楽しいって思えないのです。飲み会も愛想笑い、心から楽しんでいる人が羨ましいです。雑談も義務的にしているみたいです。間を埋めるためだけの会話に疲れてしまいました。辛いです。変えたいです。何かアドバイスいただけたら幸いです。具体的なことが書いてなくて、ただ全く楽しくないとかいう感覚だけをずっと書き綴ってらっしゃるので、どうしようかなと思ったんですけれど、どうしようかなっていうのはお答えをしようかな、どうしようかなと思ったんですけど、基本的にいろんな質問が来るんです、私のところに。だけれどやっぱりね、お会いしたことない、会ったことない方からたくさんこうやってインターネットを通じて質問が集まってくるっていう状況の中で、きちんとお答えしたいんです、私も。なのでいろいろな背景っていうものも聞かないと、ただ短い言葉でポンと辛いんですって言われても、何がどう辛いんだかわからないっていうのが正直なところなんですね。神様じゃないですから。だけどやっぱり状況によっては細々と自分のことを、こういうことがあってこういうことがあってこういうことがあって辛いんですっていうことが人に話せる、伝えられる、書けるということは、ある程度ですね、お悩みのレベルというのが浅いというよりは、その今の悩みの深さの段階がやっぱりあるんですけれども、これがですね、本当に面倒くさいから簡単な文章で質問を投げてくる、適当にどんな答え坊主が返すのかなと思ってバンと投げてくる人もいるんですけれど、でもやっぱり本当にどん底の状態にある人って書きたくても書けないっていう人もやっぱりいるんですね。なので一応ですね、全部見て本当にきちんと答えたいなと思って私なりに頭を悩ますんですけれども、このね、全く楽しくないんですっていうところからの書き始めの質問で、私自分が大学生の時ぐらい、18、19ぐらいの時にこういう感覚だったので、すごくよくわかるんです。なので今回ちょっとピックアップしてこのご質問に対してお答えしようかなと思ったんですけれども、全く楽しくないんです。楽しい感覚がわからなくなりました。ムカつくばっかりで楽しいと思えないんです。本当そうですね。そういう時期ってありますし、そういう状況に入った時っていうのは、何かがものすごく具体的に辛いんじゃなくて、とにかく漠然と毎日辛いんですよね。つまんないんですよね。この方は最終的に変えたいですっていう言葉がある。変わっていただきたいですね。だし変わらなければいけない。時々悩み相談なんかで変わらなくていいよっていう結論があるんですけど、本当に危ない状況、もううつとか統合失調症とかでもう思い詰めてらっしゃる方にですね、そんな性格じゃダメだ、すぐ変われすぐ変われすぐ変われって言ったらもうどんどん追い込んでしまうので、一応心理カウンセラーの方とかね、臨床心理士の方とか、いろんなそういった心理学の勉強なさった方っていうのは、そういったどん底の状態にある人に対して頑張れとかね、変われとか言わないんですよ。変わらなくていいよっていう言い方をしたり、そのままでいいんだよっていう。でもこの方は変えたいですっておっしゃってる。最終的にはやっぱ変わらなきゃいけないですからね。変えたいですって言ってるので変えたいですよね。で、問題なんですが、多くの質問に共通することとして、とにかくね、みんなと合わせるっていうことをみんなしすぎかなと思います。小さい時は親が子供を守る権利というか義務ありますから、親の言うことを聞くっていうことすごく大事ですけれども、やっぱりね、だんだん大きくなってきたら親から子供が離れていくわけです。でその時に親の言うことを聞く、そして親の言うことを認めつつ、
親の言うことに従わないっていう経験をしないと、子供はやっぱり親から離れていくことできないんです。でこれは親に限らず、多くの友達がいて、友達といろいろと意見を聞くし、話し合いもするし、いろんな価値観も聞くけど、俺はこう思うという部分っていうのはすごく大事です。でおそらくこの方は飲み会いろいろといろんな集まりに行ったり、いろんなことをやったりって言った時にですね、すごくこういろんな人の価値観とか、真面目な人なんだと思うんですよ。いろんな人の価値観とか、いろんな親の意見とか、そういった自分が本当にいい、本当に楽しいとか、本当にこれ好きだなと思うこと以外のことに合わせてきすぎたのかもしれないです。問題はもっと悪者になっていいかなと思うんですよね。もうちょいちょい悪になっていいかなと思うんです。本当の悪人になったらダメですよ。だけど男の子でしょ、20歳でしょ、親の意見とか友達の意見とか顔色とか伺わずに、人の迷惑にならなかったら自分のやりたいことやったらどうって思うんですよね。この人の問題、本当に背景を全然知らないで、楽しくないんです、自分を変えたいです、辛いです、アドバイスお願いします、要約するとそんぐらいの質問なので、何が実際あったのかっていうのは分からないままお答えしているので、的外れになるかもしれないということは承知しておいていただいた上で、この文脈からなんとなく私が感じていることとしたら、この人は自分が本当にやってみたいことに対して周りの顔色を伺いすぎかなと思います。もっと友達に嫌われたらいいよね。親にも嫌われたらいい。自分の周りの期待値に対してもっと道それたらいいかなと思うんですよ。処方箋としてお伝えしたいことは、大愚という言葉です。でこれは私のお坊さん名なんですけれど、大きな愚かと書きます。大愚になるっていうのはなかなか大変なことなんですけれども、愚か者になってみるね、愚か者になって周りの意見とか周りの親の期待とか、そういったものを一回ぶち飛ばしてみるっていうことが必要かなと思います。人間っていうのは放っといてもどんどん変わっていきますよね。例えば私たちの皮膚は28日サイクルぐらいでどんどん入れ替わってます。新しい命が生まれて死んで、細胞赤がそうですよね、赤になって皮膚がボロボロ自分のこの肉体のシステムっていうのをね、新陳代謝っていうのをしてますから、皮膚だったら28日周期ですよ、ね、骨だってそうです。骨だって7年ぐらいで全く新しい骨に生まれ変わるんです。実は私たちというのは毎日毎日どんどん変わっています。あなたの肉体も変わってます。世の中も変わってます。ものすごいスピードで実は世の中が変わっています。お釈迦様はそれを諸行無常という言葉で表したんですけれども、全てのものが時間的に空間的に一瞬たりともとどまることなく変わっていってるんです。この方変えたいんですって言うんですけど、あなたはもうすでに変わってるんです。肉体的にね、変わっていいんです。好きなようにやっていいんです。ただし人の迷惑をかけたりとか、誰かを傷つけたりとか、そういうことがない状況の中で思いっきりやっていいんですよ。人間ってあなたがあなたの思うことをやっていいんです。周りの友達に愛想笑いする必要ないじゃないですか。そんな飲み会出ていかなきゃいけないんです。いいんです。私飲み会なんか出ていかないですから。いろいろな団体とかいろいろな絡みとか、大人になればなるほどいっぱいあります、仕事の付き合い、なんとかの付き合い、二次会、何次会、出る時もありますけど、基本的に私出ないことの方が多いです。結構一人です。一人でいる時っていうのもまたすっごい重要なんです。楽しくない飲み会に出てってみんなの愛想笑いに付き合ってるぐらいだったら、自分一人で本読んだ方がいいでしょ。楽しくないのに無理やり遊びについてってなんかやるぐらいだったら、なんか自分の好きなことやった方がいいじゃないですか。
楽しいことを見つけたかったら一人でいろんなことやってみることです。誰かが楽しいと思うことに引きずられていって楽しいことに出会うこともありますけれども、所詮他人の価値観でしょう、ね、おそらくこの方は真面目なんだと思うんです。いろんな友達も多いんだと思うんです。でもいろんな人たちの顔色を伺っていろんな人たちの付き合いに乗って誘われて乗って出かけていくっていうことによってですね、自分自身の中で俺は何を一番楽しいと思うのか、俺は何を一番やりたいと思うのか、俺は変わりたいと思ってるけどどういうものになりたいんだ、俺は何者になりたいんだ、俺は何者なんだっていう自分自身に対して自分が面白いことを見つけていく、自分が楽しいと思うことを見つけていく、自分が自分を練っていくという時間が今までなかったのかもしれないです。ちょっといろんな話をしてしまいましたけれども、処方箋として変えたいです。どうぞ変わってください。あなたほっといても変わってってるんですから、ね、体は変わってってるんですよ。そうですよね。小学生のままのあなたじゃないでしょ。もう20歳になったら変わってきましたよね。あとはあなたが変わればいいだけなんです。心の中で他人の顔色を伺わない、親の意見は聞きながらその通りにしない、あえてそういうことをやってみる。親の意見が正しい時もありますよ。正しい時もありますけど、あえてそれは参考にしつつ、申し訳ございません、そのご意見には従いません、それいいなと思ったら従ってください。でもそれいいと思えないんだったら自分でやってみる、ね、とにかく自分で決めて自分でやってみる。そして自分でやってみたことの結果がいいことであっても悪いことも全部責任取る。必ずそういうことを繰り返していくうちに、あなた自身が本当に楽しいと思えることに出会えます。本当にね、楽しいことが見つからない、面白いことが見つからない、自分が本当にやりたいことが見つからないっていうふうにしていう相談はものすごい多いんです。当然だよね。本当に楽しいこととことんやったことないんだから。みんな誰かに押し付けられたことをやってるから。でもそれは本当に自分がこれ面白いなと思うことに出会うためには、自分一人の時間も作って、俺は何がやりたい、どういうことが本当にやりたいんだ、本当にこれやりたいと思ってるのか、どういうことに、どういうふうな将来を生きたいんだ、どういう人生を生きたいんだってことを自分の中でぐーっと自問自答していくっていう、そういう時期が必要なんですね。まさにちょうど私も19から20歳ぐらいの時にはこういう時期があって、毎日楽しくなかった。大学に行ってながらですけれど、ね、で20歳の時の成人式も出なかった。私は愛知県から出て東京の大学行ったんですけども、東京で一人で20歳の誕生日は一人でアパートで悶々としながら過ごしたってことを覚えてますけれども、でもああいう時に友達の誘いも断って自分一人で俺は何になりたいんだ、何をやりたいんだ、どういうことが好きなんだっていうことを毎日毎日多分自分に通ってた気がします。だから外から見ると、傍から見ると一見面白おかしく生きてるように見えて、いつも頭の中はずっと苦しかった、心の中はずっと苦しかったっていう覚えがあります。だからこの質問、ぶっきらぼうな質問なんですけど、パッと見てね、目に留まったんですけれども、どうぞ楽しくないっていう今の時期ね、でも変えたい、辛いっていうこの時期、すぐには解決しないと思いますけれども、愛想笑いをしなければいけないという周りの関係をバツンと立って、ちょっと自分一人でこの辛い時期に対してしっかり向き合ってみてください。そして俺は何が一番楽しいんだ、俺は何が好きなんだということを自問自答してみてください。で、一つだけちょっとヒントがあって、そういう時期に自分が本当に尊敬できる、憧れる人に会うっていうことはものすごい重要です。そこから抜け出していくヒントになります。今インターネットがいろいろあるので、いろんなものを見たり、いろんなものを聞いたり、いろんな本を読んだりすることできますよね。まだ若いんですから、ぜひそういうものを見てね、うわ、この人かっこいいな、なんかこの人に会いたいなって思うものがあったりいたり、そういう方がいらっしゃったりしたら、ぜひね、そういう方に会いに行ったり、そういう場所に行ってみたり、おそらくそんなことも今の楽しくないというご自分の状況を大きくですね、変えてくれるきっかけになったりします。ということで、楽しくないんです、辛いんです、変えたいんです、変わってください。